皆さん、こんにちは。レッツハドルのヒデボーです。今日はですね、イコールワン福岡サンズのいつもの赤色ではなくて、ブルーをね、着ておりますが、青っていうことは、ヒデボー、これ、関西学院大学ファイターズの服で、帽子とシャツを揃えてるんじゃないのという声も、聞こえてくるのですが、実はですね、このシャツは半額のシャツではありません。では、一体どこのシャツなんでしょうか。でで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 ん、ブルーサンダースの、ログ T シャツを着ております。イエーイ。はい、ということで、クラウドファンディングのですね、リターンでこのブルさんのですね、シャツをゲットしたということで、今日は意気揚々と着ております。で、たまたま家で青コーデで揃えようと思ったら、やっぱりファイターズがあったということで、関学とブルーサンダースのブルーで今日は来ておりますが、本当にブルーサンダースさん、日本のアメリカンフットボールがもっとエンタメ性に溢れて、子供から大人まで楽しめるスポーツにしたいということで、そんな、藤村首相のお手紙もつけてですね、このクラウドファンディングのリターンを、届けてくださいました。僕は直接なかなか関東のチームなので、試合を見に行く機会は少ないんですけど、いつかちょっと、観戦に行きたいなというところで思っています。ブルーサンダースといえば今シーズンから、チアリーダーも、できまして、そこに元富士通でチアをされていた土屋ほのかさんとかですね、そういった方も入られているということでも有名なところでもありますし、月曜からアメフトのパー兄さんの古巣でもありますね。そんな、ブルーサンダースのこともちょっと X2 の方ね、注目していきたいなと思ってるんですが、今日はですね、今日は本題としては X1 スーパーの話を、していきたいと思うのですが、ついに X1 スーパーもウィーク7ということで、レギュラーシーズン最終節を、迎えるということなので、プレーオフをかけての、争いに注目していきたいと思います。レッツハドル。紹介はヒデボーによる独断と偏見による情報が含まれています。協会や連盟、各チームとは関係なく個人的にしているものなので、その点ご理解ください。ということで、ウィーク7最終節の注目試合はですね、IBM ビッグブルー対東京ガスクリエイターズ、11月27日土曜日14時から富士通スタジアム川崎でキックオフのこのゲームです。IBM は現在2勝3敗1引き分けで、東京ガスが2勝4敗というところで、勝ち星的にも、似たような状況にある2チームの戦いになるんですが、2019年はですね IBM が48対7ということで、圧倒して勝ってるんですけれども、皆さんも、レッツハドルでも何度もご紹介させていただいたのでご存知だと思うんですが、東京ガスは、一気にですね、クォーターバックのエヴァンス選手、ワイドレシーバーのアグード選手といったあたりが入ってきて、また違ったチームになってきているというところなので、この試合はどうなるのか、楽しみなところです。そして注目ポイントなんですけれども、IBM、前節ですね、劇的な逆転勝利で野島相模原ライズを倒したということによって、厳しいシーズンだったところから一転、この東京ガスとの試合に勝てば自力で4位になるということで、プレーオフに進出することができます。ということなので、IBM は何としても、ここで勝ってですね、自力で、4位というところで、ライスボールを目指した戦いに入っていきたいというところだと思いますし、一方の東京ガスもですね、まずこの IBM を倒して、それから、オール三菱ライオンズと野島相模原ライズの試合で、オール三菱ライオンズが勝利してというような展開になればですね、東京ガスにもチャンスが回ってくるというところになるので、まずはここでしっかり勝つというところが大事になってきます。それでですね、この2チームなんですけれども、猛烈パスハッピーなハイパーオフェンス対決というところで書いています。まずですね、IBM はクォーターバックの正本選手がですね、
パス試投回数自体も、200回を超えているという唯一の、エクソンスーパーの中でも唯一のチームというところで、そこ自体が群を抜いてはいるんですけれども、リーディングパサーという形で、パスヤード1681ヤード、タッチダウンも17をパスで上げるというような活躍をされていてですね、この試合でもどんどんパスを放ってくるというところで、注目されます。一方の東京ガスの方もですね、ジャロット・エヴァンス選手、中心にですね、積極的なパス攻撃、一発ドカンと多く狙ってくるというシーンも見られますので、このあたりのパスハッピーというですね、表現を、したりもしますが、ハイパーなオフェンス対決が注目されます。ただしですね、ポイントは粘り強くしつこい守備をどちらが続けられるかというところかなと思っています。IBM に関してはですね、得点的には野島戦でも28点やられたもののですね、後半だけで言うと、11点に抑えてたというところもありますので、このあたりで、もちろん進まれはするし、得点をされることもあるかもしれないんだけれども、勝負どころでしっかりタックル、できるのかというところとか、そうですね、今までタックルミスで、結構ロングゲイン、タッチダウンに結びついてしまったというところがあったんですけれども、野島戦では少し改善されたところなんかも見えてきましたので、ここで粘り強く、っていうところが東京ガス戦でも見せられるかというところで注目しています。一方の東京ガスもですね、レッツハドルでも破壊神薫ということで、吉田選手を紹介したりもしましたけれども、そういった、キーマンがしっかりですね、ディフェンスライン陣中心にプレッシャーをかけて、粘り強く正本選手にプレッシャーをかけ続けられるのかというところ注目ですし、下鶴選手、ショーン・ドレイパー選手といった、ディフェンスバック陣の、インターセプト、ボールを奪うというシーンがあれば、一気に東京ガスの、流れということを作るということも IBM 相手だと可能だと思うので、そのあたりが粘り強くですね、ある程度お互い進まれることは覚悟の上で、勝負していけるのかというところが注目だと思います。ちなみに、今回直人さんとヤシケンさんの写真で、こういう風に両チームの選手写してるんですけど、IBM2 番の正本選手と東京ガス2番の池田選手ということで、両者2番っていうのをちょっと写してみたというような構図になっております。攻撃対守備というところなので、2番が2番にタックルするとか、2番が2番をかわすとか、いうような同背番号対決みたいなところも、よければ注目してもらえるといいかなと思います。注目選手の紹介です。まず IBM は、オフェンス、ヨーロッパリーグでさらに磨きがかかったキャッチで見せる日本代表主将。あえてこの発音できます。大見ザホーミー。ワイドレシーバー84番、大見義人選手、立命館大学出身のレシーバーの選手です。大見選手はですね、日本代表の主将としてもリーダーシップを発揮されている選手ですけれども、今シーズン実は、夏から秋にかけてはヨーロッパのライプツィヒキングスという、ドイツのチームで、プレーをされていました。ドイツでも、怪我なんかもありはしたんですけど、活躍を見せてですね、ワールドクラスの、活躍ぶりを見せてくれたという選手が、IBM に戻ってきて、活躍をしているので、この試合でも注目したいと思います。大見選手は NFL の IPP プログラムといってですね、国際、選手を集めるようなプログラムにも、挑戦をされていたりということで、話題をどんどん日本のアメフト界に提供してくれる素晴らしい、選手ですね。でちなみに、この大見ザホーミーっていうのは、大見先生が YouTube で語られている、言葉ですけれども、こんなですね、T シャツもできておりました。これ実際IBM の、グッズテントでも売ってたような T シャツになるんですけれども、IBM ビッグブルーと大見選手のコラボ商品という形で、選手個人のね、こういうグッズが売られることってなかなか、珍しいことだと日本では思うんですけど、こういうイケてるシャツなんかもありますので、会場に行かれた方はよければゲットしてみてください。通販の方でもこれ購入できるということなので概要欄にも貼っておきます。そしてですね、東京ガスクリエイターズは、オフェンス、身長の高さとフレキシブルな動きでフィールドを伸縮自在に操るスーパーアグードということで、書いております。
ワイドレシーバー8番、ナムディアグード選手、サクラメント大学というアメリカの大学出身の選手です。このアグード選手はですね、身長193センチ、という恵まれた体格を生かしての、長いパスキャッチということも、あってですね、そういう風に高さを生かす場面もあるんですけど、アグード選手自体がかなり、柔軟性があるフレキシブルな動きでですね、もうフィールドの縦はもちろん、短いエリアで取って走ることもできれば、ミドルゾーン、真ん中に走り込むということもあったりということで、もう本当に、フィールドを、変幻自在という言い方もあるんですけど、僕は伸ばしてる、フィールドを伸ばして縮めてということを一人で演出してしまうようなことかなというところで、伸縮自在という表現をしています。で、スーパーアグードというのはもう、ちょっとありえないぐらいスーパーな、働きを見せてくれるっていうシンプルなキャッチコピーを今回はつけてみました。こちらに出しているのは、X1 スーパーのレシーブの記録ですけれども、現在、1位が、リーディングレシーバーがナムディアグード選手という形になっています。555ヤード獲得しているということで、2位のジョン・スタントン選手から、なんと200ヤード以上までですね、差をつけているというところで、ロングパスをガンガンキャッチしてるんだなというのがこれでわかると思います。そんなですね、X リーグのリーディングレシーバーのアグード選手と、NFL にも挑戦しているワールドクラスの、大見義人選手、このお二人のレシーバーどちらが活躍するのかっていうことももちろんですし、IBM で言うとですね、実はこのさっきのランキングで、トップ10のうち、3人ですね、ジョン・スタントン選手、白根選手、ジェイソン・スミス選手と入っているので、大見選手以外にもターゲット豊富なんですよね。こういったあたりでですね、パスハッピーな、オフェンスが火を吹くのはどちらかというところと、これに対してディフェンスはどう守るのかというところを注目していきたいと思います。はい、得点勝敗の予想です。点の取り合いになるだろうなというふうには思っているんですが、IBM が、爆発的なオフェンスで42対31ということで、取り合いを制するんじゃないかなと思っています。正直ですね、IBM は今シーズンはもう厳しいかなというところで、オール三菱戦の前までは思ってたんですけど、オール三菱の試合で、たくさんタッチダウンを取ってですね、その勢いを野島戦にも持ってきたというところもあったと思いますし、前半から後半にかけての立て直しというのが、野島戦では見せられたので、一気にちょっと違うチームになってきたなという印象があります。なので、この東京合戦でも、楽には勝てないとは思うんですけど、こういう点数をしっかり稼いでですね、勢いで持っていくという IBM らしいプレーが見られるのかなと思います。一方の東京ガスは、31点ということで予想してるんですけど、ちょっとですね、やっぱり富士通戦とか、エレコム戦とかで見せた、勢いというところがちょっと失速してしまったかなというところは正直あるんですけど、それでも、前節ですね、オール三菱戦では、30点を取ってますし、アグード選手も200ヤード近いパスキャッチをしているということで、この試合もそのあたりのホットラインが機能するんじゃないかというところも期待したいなと思いますし、ディフェンスのインターセプトからのリターンタッチダウンとか、そういったビッグプレーももしかしたら見られるのかなというところで、こういった点の取り合いになる予想になっています。東京ガスも粘り強く戦ってですね、ぜひ IBM を苦しめる、あるいは勝つというところまでを、見せてほしいなというところも思うので、これもちょっと予想はこういった展開なんですけど、どちらのチームも、力を発揮するようなゲームになるといいなと思っています。その他の試合予定、このような形になっています。本当はね、野島とオール三菱の試合も、めちゃくちゃ注目なので、ここで取り上げたかったんですけど、ちょっと時間の都合上、こういった形で、試合予定だけ出させてもらっていますが、まず、野島相模原ライズはここで、勝たないとですね、とにかく、プレーオフ進出の望みが絶たれてしまうので、まずは勝つというところかなと思います。一方のオール三菱ライオンズもですね、東京ガス戦で21点を取ってですね、東京ガスを苦しめたというところもあったので、野島相手にも、オール三菱の力が発揮できるような展開になると面白いのかなと思います。両者ですね、相当気合が入っての、最後の1試合というところになると思うので、ここは注目ですね。
そしてですね、東京ガスと IBM の試合の同日、27日の14時からパナソニックインパルスとエレコム神戸ファイニーズの試合が神戸市王子スタジアムで、このウィーク7で唯一の関西のゲームがあります。でパナソニックはもう、シード1位を確定させてしまったので、正直控えの、クォーターバック、石内選手とか荒木選手の出番たくさんあるんじゃないかなと、思っているんですが、今後ですね、ライスボールを目指す中で、やっぱりローレンス選手に何か、トラブルがあった時に出てくるのはそういった選手たちですし、2番手、3番手というところの、ポテンシャルも非常に高いパナソニックというチームなので、エレコム相手に、そういった、先発ではないような選手たちがどれぐらい、やれるのかというような意味では注目のゲームかなと思います。一方のエレコム神戸ファイニーズはですね、今シーズンの1勝っていうのが、オール三菱が出場辞退したことによる、不戦勝という1勝なので、事実上ちょっとゲームをした中では、勝っていないというようなところで、かなりですね、厳しいシーズンになって、いるというところなんですよね。なので、ライバルの、パナソニック相手にですね、まずは、何としても勝ちたいというところがあるのかなと思います。コーディ・ソコール選手、からのパスということがやっぱり注目にはなるんですけど、チーム一丸となってですね、攻撃守備、キッキングが噛み合うような、試合を、見たいなというところで思っています。そして最後に、X1 スーパーのレギュラーシーズンの最後のゲームは、11月28日11時からのオービックシーガルズ対富士通フロンティアーズ、富士通スタジアム川崎の、ゲームになって、これ勝った方が2位になると、負けた方が3位になるということではあるんですが、シード1位をパナソニックが決めてしまった都合上ですね、オービックと富士通はどっちにせよですね、12月12日の横浜スタジアムでの準決勝を戦うことが決まっているので、お互い手の内も、出さないし、先発の選手もそれほどたくさん出さないんじゃないかなというところの、ちょっと消化試合とまで、事実上の消化試合、様子見の、ゲームになってしまうようなちょっとスケジュール上になってしまったかなというところではあるので、ここもですね、お互いの戦力がどのような力関係なのかっていうことを参考程度で見るようなゲームにはなってくるのかなと思います。富士通でいうとキッキングですよね。このオービック戦でちょっとキッキングを改善していきたいところじゃないかなと、思います。フィールドゴールがね、結構今シーズンブロックたくさんされちゃってたりとか、外れてるようなシーンもあったので、ちょっとそこをいいイメージを持ってセミファイナルに、進みたいということだと思います。一方のオービックシーガルズですが、オービックシーガルズはですね、ジミー・ロックレイ選手が前節は結局欠場になってですね、控えの小林選手が、1試合通して、活躍をされたということで、この試合でも小林選手の先発ということになると思うんですが、まずは小林選手が怪我なくですね、終われるかということと、それからランプレーですよね、千村選手、荒竹選手、望月選手といったような、ランプレーを、富士相手にしっかり出して、ここもイメージよく、入りたいところ、セミファイナルに入りたいところじゃないかなというところで思います。ついに X1 スーパーも、この試合で最後になってくるというようなチームも、半分になってしまうので、最後に優勝を見届けたいなというところで思います。現地観戦はもちろんですけれども、X リーグ TV の方でも、観戦をぜひされてください。シーズン終盤のパッケージで安く契約できるものも出ているそうなので、概要欄から X リーグ TV のページぜひ見てみてください。というような、形でですね、IBM が、自力で4位を決められるのかというところに最大の焦点が、この週はあるのかなというところで、思うので、内容もそうですね。もちろんそこと、あとは内容ですよね。各チーム、進むにせよ、ここで終わるにせよ、次のシーズンに向けていいイメージを持って、あるいは、引退する選手たちが気持ちよくですね、花道を飾れるような、ゲームになってきたらいいかなと思います。
まあ本当に X1 スーパーね、今シーズン、ちょっと波乱もありながら、楽しいシーズンだったのでですね、最後しっかり、見届けたいなと思っています。それでは、本日も、ご覧いただいてありがとうございました。バイバイ。